一度来るって思ってたそうす。为了救娜娜奇嘛。あのいい匂いの果ての子が囚われそすか。それでファプタの一部がいると。レグ、約束叶えてくれるならファプタもレグのそす。体のどこでも持ってくぞす。什么约定？婚约吗？类似于把他娶了。全部忘れたそすか。レグにしか頼めないことなのに。わずかな記憶にあるあの顔。あれはきっとその約束に関わるもの。ファプタ頼む。今一度約束を教えてもらえないだろうか。僕にしかできないことなら果たしたい。君に犠牲を強いようとは思わないが、だが代わりに何か知恵を貸してもらえない。その必要はないそす。真的要给他身体的一部分了啊！何を？約束のためならファプタは全て捧ぐそす。天哪！一緒に奴らを根絶やしにするそす。どうしてこんなところに来てしまったのだろう。どうしてこんなことになってしまったのだろう。その答えはどこからも与えられない。我们一起消灭他们，是不是也包括就是向瓦斯强复仇呢？答えは私たちで見つけるしかない。大丈夫。我看到他现在已经毛骨悚然了。たとえそれがどんな答えであろうと。但是维克还是一如既往的这么的温柔，我去。ベラフ。哦，他也好了。ベラフ、お願いベラフ、やめてください。接受不了他们吃了。しまったのに。こんな美味はないと。進んで、私は。ベラフ、やめて。天哪，他就是这样子才变成那样。マジキャン、ベラフがこんな風に。ベラフは大丈夫。三件なんだもん。大丈夫ってこんな。ウェイコ。イルミユイのとこ行くけど来るかい？あの子日に日に大きくなってるんだ。生まれてくる子もこう一抱えはあるよ。君が寝ている間にも毎日生まれてきてたんだよ。イルミユイ、お母さんが来たよ。啊，已经完全没有形状了。哦，天哪！お願いマズキャン、一緒にいさせてあげて。せめて生きてる間は。そうしたいんだけどね。君が寝てる時にどうしても足りなくて、生きてるのも使ったんだ。そしたら水もどきの症状まで。哦，就甚至他们都不需要再喝那个水了。鮮度なんじゃないかな。願いは命に宿るものさ。ほんと綺麗だよね。見てよ、この艶。どんなところも余すとこなくね。やってみる？料理。おっと、気をつけてね。病み上がりなんだから。天呐，瓦斯强！
真的就像一个工具一般了。私、あなたの大切な赤ちゃんをね、見殺しにして、なぜだ。自分はなぜ狂ってしまえないのだ。ごめんね、イルミより。弱くて、選べなくて。あなたと自分に生きる場所をくれた人たちを。でも、願いをこんな形で奪われ続けるあなたを、このままに。宁愿把他的生命终结。あなたと。哦，维克。哦。但是让维克死掉并不是英缪伊的愿望。他到现在都活得很好的形态。自分はまたあなたの願いを踏みにじろうと。一体どうすればいいの？我ががいるから。他现在还是暖和的吗？温暖的吗？いる。どうすればいいの？狂えもせず、死ねもせず、何一つ選べなかった。罰してほしいと願うものの、これ以上の罰は思いつかない。地獄だ。贝拉夫本身那样美丽的眼睛，頼む、やめてくれ。それには他的眼睛已经都哭干了，所以变成了那样的形态。頼む、私はもう。地獄であろうと人は生きてゆく。祈りも嘘もそのためにある。皆が地獄に慣れた頃、ユンユイは叫ぶことをやめていた。どうしたの？卵の跡。是另一颗吗？还是？久保の洋卵割れたはずじゃ。それは2つ目だよ。君が倒れた時にね、こう那还能有第二个愿望？終わっていったんだ。だからね、彼女にもう一つ渡してみたんだ。啊，就这么轻易？複数あるものなんだよね、これ。鑑賞記ちゃんたちも初めて見る風じゃなかったし、彼らに探してもらってたのさ。ほんと間に合ってよかったよ。感觉像是要靠这种欲望来给他续上那种。これは本当にイルミアイの願いなの？这强行施加了已经。君とこうしてるのさ。いよいよだね。彼女の本当の願いを見届けに行こう。どこに向かっているの？哦，就这样变成。やはりキャンプを出たらダメだ。まっちゃ全員イルミウイに寄るんだ。巻き込まれないよう気をつけて。哇塞，还真是为大家着想呢。私はもう。いや、君が必要だ。最後まで苦しみになれることのなかった気高い君がね、僕らじゃダメなのさ。好心疼贝拉夫。
天，就像个巨树一样。干渉機ちゃん、ここ何があるかわかる？何もない隠された場所。とても穴の中央に近い。そうか。日陰じゃダメだったんだね。あ、イルミュイ、どうしたの？生き物取り込んでる？おびき寄せて食べているんだ。まだまだ足りないみたいだね。私を食ってくれ。大切なものを奪い生きながらえてしまった。私を罰してくれ。骨も心も何もかも这就是深海村的洞口，所以那些后来的人都是被吃掉了，成为了进食的一个渠道。所以他说贝拉夫是必要的吗？这都是他预见的了吗？どんな黄金よりも価値があり、どんなに求めても得られなかった我々の故郷だ。上子、自分は嫌。これが本当にイルミュイの望んだことだなんて思えない。二つ目の卵があの子をあんなにしたんじゃないの？上子、なら君はどうしたいんだい？自分は天哪！自分はもっと早くこうすべきだったの。上子、君がいなくなってしまったらイルミュイの願いが叶わなくなっちゃうよ。かわいそうなイルミュイ。所以他一直都在那样子的洞底。死んでしまう。それで私が死んだら予言が外れてしまうの。ごめんね、イルミュイ。わがままで。私だけの温かい闇。誰にも渡さない。水の時少女。違う。深海。あれはまさか自身にも洋蘭を使って。そこならイルミュイと一番深くつながっていられるよ。但其实根本不是这样连接的吧？欲望の洋蘭、あなたも使っていたのね。うん。
もうイルミュイに体を渡したから、これは名残なんだけどね。どうして干渉機も言ってたのに、大人が使うのは適してないって。ベコ、神がかりだな。他到底什么身份啊？やるだけやらないとダメなんだ。見てきたじゃん。君が呪いの大穴なら、ここで祈るだけのものに何を与えるかな。ベコ、きっとね、我々はここに集められたんだ。君が持ってきた羅針盤、あれを見たとき、なぜかね。他也是来自深渊的吗？故郷に捨てられた白子自分たちなのに。僕の感じた望郷はね、故郷を思う気持ちではないんだ。どんなに求めても得られなかったもの、決して帰らないもの、もうどこにも存在し得ないものへの儚く強い強い憧れなんだよ。望郷、私にとってのそれがイルミュイだった。そうだね。きっと大穴は呼び続けるはずさ。これからもずっと先も憧れに挑み続ける者たちを。何の話比如をしている像立刻他们吗予？言？希望さ。僕はもう行くよ。イルミュイの気持ちが直接伝わるとこで見守っていておくれ。もうここは君だけのものさ。闇の中でかすかな信号が伝わってくる。皆啊，イルミュイに身も心も食わせ、彼女の一部となっていた。イルミュイはすでに人としての知性は失ってしまっていたが、ただ一つだけ、ただ一つの目的で生き続けていた。皆を食い、黄金鏡の力を吸い上げ。わずきゃん、二つ目の卵が。これは見えなかったな。誰にも悟られぬ这是又一颗。ひた隠しに、ひた隠しに、ただ一つの願いを叶えようと求めてもいられなかったあなたの望郷。但是很可爱あまりに。も儚く、あまりにも強い憧れ。哦，发不太あなたの、あなたの最後の子供。报仇，找到他们的袋子。私からあの子の姿は見えないけれど、聞こえるよ。数えきれないほどの兄弟たちの無念を、魂を囚われて住処にされたあなたの姿を命の限り叫んでいるよ。イルミュイ、私ね、あなたに出会うまで探してたものがあったの。所以他们是在进行清算，其实就是让他们付出代价。ハティ、大丈夫。自分が何度でも名前をつけるから。君は少し暖かいね。じゃあリクも眠れなくても子守歌を歌うから。もう喋れなくなっちゃったお母さんの代わりに。
本来ね、イルミュイに村を維持するだけの力は残ってはいなかったんだ。3つの卵はファプタに受け継がれたから。哦，所以它这里有3个那个ここでの标志嘛。営みやいろんな来客、想像以上の価値がイルミュイを生かし続けて。是大家的欲望在滋养着这个村子，形成了一种循环。很想寻死。哦，维克，很想记住他。你支撑着我活下去。就看这两集，让我真的不得不佩服这个作者他是怎么想的。这种剧情真的不是一般人能想出来的，是不得不佩服贝拉福。真的就是在如此极端的这种情况下，他还是就是保持住人性吧。马自强倒是没说错，他确实是个很高尚的人。就是早在这个时候，其实贝拉福已经失去了他的眼神了，已经是空洞无比的。觉得就是不管是贝拉福还是维克，他们都在经历着一种生理和精神上的极限拉扯嘛。就是毕竟他们生理上是需要这些水源、食物这些能量活下去，类似于是一种本能。这样的本能会让他们继续去啃食伊鲁缪伊的孩子。另一方面，他们又是关乎着这个小队的，他们还是心系着大家的，他们也没有说要直接抛弃掉所有人。我觉得也很好理解维克和贝拉福他们就无法接受住这样的自己，在这样子两头的拉扯中，其实还不如直接了结自己。真的完全已经精神崩溃了吧，就是处在这样子的环境下。但是反观瓦兹强，他就根本不可能存在这样子的拉扯，他的自我还是他的这种探索的精神都跟他所做的事情别无二致，并没有任何割裂的部分。所以呢，他就完全的是理所当然的在继续做他该做的事情。其实越看到这里，越能发现深渊它残酷的本质就是在于不断的考验你这种人性本身自带的这种道德感，和那些最原始的无法这样分离的生存的本能不断的这样相互碰撞，不断的去进行一个抉择吧。瓦兹强也像是黎明清一般是一个很纯粹的人呢。其实在这样残酷充满未知尚未被开拓的这种世界下，想活命的话总得有人去当做像是瓦兹强一样的罪人，只不过这个人是瓦兹强而已吧。他不仅是那样的理性，同时他怎么不算是带领着大家、领导着大家真正的走了下去呢？而且即使伊鲁缪伊的那个蛋都已经破掉了，他还是要再次启动伊鲁缪伊，类似于是强行让他继续引导着大家。最后伊鲁缪伊因为这个第二颗蛋已经变成了已经是生孩村的这个雏形了，他就不断的去捕食，不管是敢死队的大家，还是说外面这些飞鸟什么的，应该就已经算是在不断的累积他这个村子的价值了。这些价值又这样滋养着这个村子。看到贝拉福这样子让伊鲁缪伊完全吃掉自己，让自己变成这个像
巨大的这个生孩体还是挺震撼的。如此高尚带着就人性光辉的他，就已经完全再也没有了曾经的自我了，就已经只剩下一种价值或者说是一种欲望了，就让他盯着米蒂流口水一般嘛。但是不得不说，就是变成生孩的贝拉弗也是如此的美丽呢。最后瓦兹强也是类似于把自己献给了这个欲望的摇篮吧，这个蛋。但是因为他是成年人，我觉得这些愿望都已经是很充满杂质的了吧，可能是有很多东西的杂糅，包括还有156他这一段期间内的这些愿望，已经不断是一种混合体了。就觉得还挺细思极恐的是，这种就是被瓦强所称为的乡愁，但又不是乡愁，像是一种憧憬感吧。是这个罗盘类似于引导着他，就真的也让我想到了丽可他最开始那个罗盘，虽然最开始就已经掉到那个深渊底下去了。这其实也让我越来越担心，也不能说担心吧，就是对于丽可他的未来的进程，不知道他会不会也越来越像是瓦兹强他走过的这条路吧。其实真不好说，因为就回想到电影的时候，面对波多尔多他那些行径的时候，我觉得丽可他并不是像雷格那样，就是真的是痛斥，或者说纳奇痛斥波多尔多惨无人道的行为吧。但是我记得在波多尔多说白狄是如何炼成的那段，丽可也说出了就是他尊重这样子的做法还是什么的。我觉得丽可他其实对于探索的精神也是非常纯。最后出现的法普塔，也就是第3颗蛋的这个降生，真的就是对应着156的一种报仇吧，为了要讨要那些曾经对待他和他孩子们的那些不公。就也难怪最开始的时候他对于就是村子画上那样子的标志啊等等，我感觉他应该是很想找到156吧，毕竟那是他的母亲啊。156也终于有了一个能够捍卫自己的真正自己的孩子了，觉得挺震撼的。156他始终没有忘记掉他应该讨回来的东西嘛，他一直都无法原谅着这一切。法普塔应该也是无法接近那个村子，应该是有种什么结界吧。最开始可能他也不希望立刻他们进去，尤其是雷格，村子其实就都是他的敌人啊。这3颗愿望蛋真的不愧是深渊的产物吧，他真的是不会放过任何该要偿还的代价，即使是以血肉的方式去偿还吧，真的是完全以命来换命，在以非常一种极端方式在告诉这些来深渊探险的人，所有的这些愿望奇迹他们想要获得的东西都不可能是免费的。现在看来的话，156他的3颗蛋应该也不只是3个愿望，就比如说我觉得他应该还是想要继续跟维克在一起的，这是他们2个人最开始的承诺，所以他的这个愿望肯定是跟维可是强相关的嘛，他不想让维可死，所以呢他的这个愿望才能孕育出这些可以治病的孩子们。他想继续让维可活下去，能够跟他在一起的话，那就要有需要方式能够去治现在的病，并且解决这个水的问题。所以可能这也为什么他的孩子们有着这样的功能。其实这也多少让我想到娜娜奇的这个案例吧，他的这个诞生是离不开米蒂对他的羁绊和爱的。我觉得就是作者他一直是有就是强调爱的这种联系，维克和156也是用爱来连接的。即使最后维克他的这个精神已经被摧残的不行，但是他也还要死死的记住156，不要忘记他。那这期视频要结束了，我们下期再见啦，拜拜。